ここは埼玉県にある陸の孤島。この町の行政の中心であるにもかかわらず、直通する公共交通機関はゼロ。果たしてどんな場所なのか。はい、ということで早速埼玉県の陸の孤島を目指します。では上野駅から高崎線に乗車します。この電車は高崎線普通電車高崎行きです。東京の北の玄関口、上野駅から高崎線に揺られること約1時間。降り立ったのは鴻巣駅。ここが目的地への入り口となります。目的地まで徒歩圏外なのでバスを利用します。これから向かう町には駅はゼロです。東松山川越方面と書いてあります。こちらは東松山行き。本数は結構あるが、こっちではないな。もう一つ先のバス停かな。こちらは川越駅行き。時刻表を見ると、いやー、これ本数全然ないな。こっちの系統で合ってんのかな。あ、こちらの方で合ってます。時刻表を確認すると、見事なまでに空白が目立ちます。昼間はかなり本数が限られており、一本逃すと致命的。公共交通の細さを肌で感じながら、いざ陸の孤島の内側へと足を踏み入れます。ほどなくして目の前に現れたのは巨大な川、荒川。実はここ、対岸までの距離が2537メートルもあり、川幅日本一の称号を持つ場所。この広大な河川敷と水脈が物理的にこの地を周囲から切り離してきた最初の壁なのです。そして2つ目の壁、一の川。乗車時間は約20分。バスを降りたのは八ツ林という停留所。見渡す限りの田園風景に囲まれ、視界を遮る高い建物は一切ありません。はい、降り立ったバス停は八ツ林というバス停になります。周りの風景はこのように農地が広がっている場所の中にあります。そしてこの町の行政の中心への最寄りのバス停がこの停留所。バス停には川島町役場入り口と書いてあります。そう、今回の陸の孤島は埼玉県比企郡川島町。辺りを見回しても役場らしきものは見当たらない。なんとここから歩いて20分ほどかかります。最寄りのバス停が最寄りのバス停とは思えない運行ダイヤと距離感。時刻表を確認すると、このように役所が空いている時間にバスの本数がかなり少ないという謎の運行ダイヤ。そして最寄りのバス停にもかかわらず歩いて20分という表示がここにあります。そしてこのバス停から最も近い駅はこちら、東武東上線高坂駅の徒歩1時間40分。では実際に役所まで行ってみたいと思います。ちなみに先ほどの鴻巣駅へ2時間オーバー。いかに鉄道がない場所かがわかります。本当にこの道で合ってんのかな。周り農地ばっかりなんだけど。やっぱりこのルートが最短だな。やっとそれらしき建物が近づいてきました。農地の真ん中に突如として現れるこちらの建物が川島町役場。本当に公共交通機関のアクセスはないのだろうか。この役場の目の前は、大型な駐車場が完備されています。周辺は公共施設がまとまっており、大型駐車場も完備され、利便性を図っているようです。やっぱりな、本当に役所までバス来てないんだ。ただ、よくよく観察するとバス停らしき存在が確認されてない。通常、役場というのはバスが近くまでアクセスして地域の交通のハブになるものですが、ここは全くそれがない。なぜ、あえてこの不便な場所が行政の中心に選ばれたのか。そこには、この土地が歩んできた独自の歴史が隠されています。川島町はかつて6つの村が合併して誕生。そして、
地理的な中心の場所が現在のエリアだったという経緯があるようです。田んぼの中にポツンと佇む役場を後にし、次なる目的地へ向かいます。ちなみに先ほどのバス停まで 1.5 キロです。長らく鉄道が通らず、川に囲まれた陸の孤島として静かな農業の町だった川島町。しかし2008年この町に劇的な変化が訪れます。それが首都圏をぐるりと囲む大動脈圏央道の開通です。この道ができたことで町は一体どう変わったのか。役場から歩いて約40分の場所を目指します。のどかな風景を切り裂くように頭上に巨大なコンクリートの高架橋が続きます。やっと目的地に近づいてきた。ここが現在の川島の経済的中心部に変わりつつある川島インターチェンジ周辺です。まだ数えられる程度の物流施設しかありませんが、インターの付近はすでに交通量が激しい。いつもお世話になっている牛丼の松屋の施設もあります。圏央道の方からこの道を歩いてきたのですが、若干歩道は荒れています。さらに先に進もうと思ったんですが、ここで歩道が終了していて、一応左という案内があるんですが、左側はこのように横断歩道もなく、結構雑な作りになってます。一応道路の逆側に行くと進行方向の案内があります。ここから次の目的地に行こうと思ったのですが、こちら側からだと逃走なので一旦移動します。はい、ということで先ほどの位置から南の方に歩いてきました。そしてこちらの眺めは左側に広大なの高地と右側は商業施設が立ち並ぶというかなりコントラストのある場所となっています。さらにはインター南側の国道254号バイパス沿いには全国展開している店舗が併設されて、大型の商業施設も確認できます。メガネのジーンズや、島村なんかもあります。さらにはスタバも発見。そしてカインズや蔦屋書店もあります。しかし面白いのはこのバイパスの反対側、そこには昔ながらの未開発な土地、のどかな田園風景がそのまま残っているんです。大動脈という線一本の境が街の景色が極端に分断されている。これもまた川島ならではの独特な風景です。このバイパスから離れると、少し行くと住宅街が広がってます。さらに進むと旧道へ。沿道周辺も民家が広がっていて、川島町のメイン住宅地はこの旧道沿いのようです。実はこのすぐそばに古くから変わらないこの土地ならではのソウルフードが息づいているんです。この町の郷土料理すったてを食べられるお店に移動します。そしてやってきたのがこの庄司といううどん屋さんです。あれでも車止まってないな。いやー、通りで車止まってないわけです。今日は天休日でしたね。いやー、Google に騙されたな。Google だと営業中って書いてあったのにな。近くにバス停を発見です。こちらは川越駅行き。時刻表を確認すると、1時間あたり2本本数が確保されています。どうやらこちらの系統がこの町のメイン動線なのかな。先ほどのうどん屋さんからさらに南方向に行くと、もう1店舗名店があります。今度はそちらの方に向かっていきます。旧道からバイパスの方に向かっていく。この住宅街を抜けていくとあるはずです。見つけました。駐車場にはいっぱい車が止まっているので間違いなく営業中です。川島町といえばラーメン好きで知らない人はいない全国トップクラスの超有名店四つ葉があります。実家の寿司屋の一部で始めたラーメンがうますぎて伝説になったお店です。四つ葉でハマグリラーメンを食べたのですが、相変わらずうまかったですね。
今はこんな風にのどかな景色とのコントラストを楽しめますが、実はこの陸の孤島の進化はこれで終わりではありません。現在空き地となっているこのインター付近のエリアには、今後さらなる物流工業地域の開発が予定されているんです。数年後にはこの激しいギャップの風景すらも巨大な施設群へと塗り替えられ、川島町はさらなる大変化を遂げることになります。巨大な物流倉庫の隣は町の西側に流れる追手川、東の荒川、西のこの追手川。実は川島町は四方をぐるりと大きな川に囲まれています。そう、名前の通り、ここは関東平野にポツンと浮かぶ川の島なんです。四方を川に阻まれているため、橋を架ける技術が発達するまで外との行き来は容易ではなく、鉄道を通すことも難しかった。この川の存在こそが川島町が長らく陸の孤島であった最大の理由なのです。交通の壁となり町を孤立させてきた追手川。しかしこの川が冬になるとある素晴らしい光景をもたらしてくれます。それがこの場所です。この場所は白鳥の飛来地と知られ、毎年シベリアから何千キロも旅をしてこの静かな川にコハクチョウたちが羽を休めにやってきます。あれが琥珀鳥かな？詳しくないからわかんないんだけど。巨大なトラックがひっきりなしに行き交うインターチェンジから少し離れただけで、こんなにも穏やかで美しい自然の営みが残されている。これもまた川島町の持つ激しいギャップの魅力です。では最後にこの陸の孤島から都会の喧騒へ移動します。たった30分であの陸の孤島から都会の喧騒へとワープしてきました。田んぼの真ん中にポツンと立つアクセスの不便な町役場、そして日本の物流を支える巨大インターチェンジ、さらにはわざわざ足を運ぶ価値のある食事処。川によって外界から隔絶され独自の進化を遂げたこの町には驚くほど激しいギャップが同居していました。埼玉の陸の孤島川島町、そこは不便さの中に確かな魅力と知恵が詰まったとても面白い町でした。